こんにちは。今回は香港に来ています。コロナが明けてから来て初めてなので、約3年ぶりの香港になります。今回はマンダリンオリエンタルホテルに泊まっています。まずは簡単にお部屋紹介いたします。こちらがバスルームになってます。大きいバスタブですね。家族で大人と子供2人とかね、3人ぐらいでも全然入れそうなバスタブです。そしてこちらがベッドルームになってます。ベッドはね一つなんですけど、しっかりしたね大きなベッドでお部屋もね落ち着く感じの基調になっております。あ、戸棚にケーキ。あ、かわいい。これってもしかしてクリスマスだからこういうケーキあるんですかね。ということで今香港にいるんですけども、時刻は16時を過ぎた頃になってます。お家を出たのがだいたい8時15分ぐらいだったんですけども、羽田空港から香港に向かいました。で、空港を出る時に必ず PCR するんですけども、香港では口の中をね拭って検査する PCR をしていて、それでね待ち時間ねゼロなんですよ。そのままもう待ち時間なくこういうカードをね、紐づいたカード持ってるんですけれども、それでこう結果を照らし合わせて陰性ならそのままねゲートを通過できるっていう感じで、全くねストレスフリーで入国することができました。昔ね日本でも空港で PCR 検査やってたんですけれども、その時よりもねもっと早いなっていう印象です。そして今日ね24日、明日はクリスマスなんですけども、初めてこの時期をねクリスマス香港で過ごすので、明日は街に行ってみようかなって思います。で、今日はこの後19時半からご飯の予約をしているので、ちょっとね今カジュアルな格好で、この明日はね黒いジーパンなんで、クリスマスの2台に行けるような格好に着替えて、今日はねディナーだけ楽しんでゆっくりしたいと思います。それでは準備して行ってきます。Hello.
香港2日目です。さっきランチを食べて帰ってきました。今日ランチに行ってきたのは昨日の夜の中華に引き続き、今回はねマンダリンホテルの中華に行ってきました。そこがすっごく美味しくて、私は昨日のホテルの中華よりも今回のねマンダリンの方が好みでした。で、日本の物価とちょっとねやっぱ円安の関係もあって、ランチだけでもやっぱり日本のねランチに比べたら割高だなっていう感じがしました。今回食べたのは豚肉のね、いつもこう頼むんですけどチャーシューと、そして私好きなんでいつもチャーハン頼んで、あとはエビチリを頼んでエビの春巻きを頼みました。でそれでだいたい 1,2 枚ずつというか結構一般的なものを頼んで、最後お茶飲んで帰ったんですけども、大体それでねアラカルトで5万ぐらいしたっていう感じなんで、これは日本のランチからすると結構高級だなって思いました。You can do it. Yeah. すごい。こっちも？もう一個？違う、ならなかった。今回レストランに入るときはこういったね、はい、これ空港でもらえるんですけど、こういうね QR コードがね発行されます。ワクチン打ってますかっていうね、証明とか、あといろんなね質問を経て入国するときにこの紙をもらえるんですけども、この紙のこの QR コードをスキャンして、ね、自分のパスポートのね下4桁を入れたら、こうデータが出てね、そして、自分のこう QR コードが発行されます。その QR コードね青色なんですけど、それを飲食店に入るときにねリーダーがあるので、そこで自分の携帯のその QR コードをかざすとその店の中に入れるっていう仕組みになっていました。なんかこのワクチンパスをちゃんとしないと、飲食店がもし警察がね抜き打ちで入った時にそうやってね罰金取られる可能性があるということで、今飲食店はそのワクチンパスを皆さんやっているようでした。最初はそれを知らずにマンダリンホテルのねバーに昨日行った時にね、それ読まずにこう入っていくと QR コードありますかって言われて、で私入国前に作った QR コードかなと思って、その問診っていうかね国に入る前に作った QR コードをかざしたらエラーになって、って思ってたんですけど、入国した後に配られるこの紙の QR コードを読み込んでワクチンパスを発行しないと、本当ねこの香港の生活不便だなって思いました。皆さんもね香港にいらっしゃる時はぜひねこれ早急に空港出たら手続きしてください。そしてですね、そのランチを食べて帰りねケーキ屋さんに寄りました。香港に来たらこちらは定番で持って帰る自分用のお土産にしております。でこれ配ってもね喜ばれるし、料理される方だとね中華料理アレンジしてこれを足すだけですごく美味しくなったっていう言葉もね昔いただいたことがあったので、マンダリンによったら持って帰るようにしております。はい。でね、今ちょっとこの服、これね今日急遽こちらで買ったんですけど、なんと移動中ね、はい、これもうスカート汚してしまいました。悲しい。これねエスカレーター乗ってる時に靴紐が外れたんで、あーっと思ってしゃがんでパーッと立った瞬間にもう時すでに遅しで、はい、ちょっとねスカート汚してしまったんですよ。でもうこれね白いコート着てて、でこれね白いスニーカーなので、もうこれ歩いてるだけでねなんかそのうち他の服も汚しそうだなと思ったんで、このスカートをね買いにちょっとね買い物行くことにしました。で買い物に行った先は、フェンディのトップスだったんでね、フェンディのスカート買うか、それとも一層ねワンピースにしてもう全然違うところ買うかって悩んだんですけど、ホテルの近くにそういうねショッピングモールがあったのでディオールによって買うことにしました。で今回に着てるこのドレスは日本でねこの上のアンサンブルっていうかカーディガンとこの上の上半身だけのものをディスプレイで見たことがあって、その時ねすごい可愛いなと思ってでも買わなかったんですけど、今回そのお店入ったとこすぐでマネキンがこの全部のねドレスを着てたんですね。これはもう本当上下つながってるんですけど、でこのドレスを見て、あこれ欲しかったからだし、で白いコートにこれ合うなと思って、今回ねこちら私のね体に合ったサイズもあったので着て帰ることにしました。
何種類か候補があって、スカートもいいのがあったし、ワンピースもね、他にもデニム素材のもあったんですけど、白いジャケット、白いコート羽織る時に今日そのままのねアウターで過ごすとね、こう中ねこうついちゃうかなって、色移りしちゃうかなと思ったので、白いコートに合うこの白いねドレス、しかもこれ仕事にも使えるのでいいかなと思ってね、こちらを着替えに買いました。で靴もスニーカーだったので、ちょっとねこれ合わないなと思ったので、はい、靴もねちゃんと新しくこれに合うもの、そしてぺったんこの歩きやすそうなものを購入しました。ランチ食べに行ってね、サクッと部屋に戻る予定だったんですけど、ちょっといろいろね買い物もすることになってしまいましたが、これからはディナーまで時間がたっぷりあるので、本を持ってきたので読書したり、パソコンを持ってきたので、これからね何か文書いたりしようかなって思っております。